皆さんこんにちは。力添え PLC シーケンス講座です。今回は前回、前々回とデータストローブというプログラムを使ってデバイスモニターを作成してみました。今回はそのデータストローブの応用として連続していない複数のデバイスに一括でデータを転送するプログラムを紹介します。力添え PLC シーケンス講座では PLC のプログラミング、シーケンス制御について実践的な内容を解説していきます。ぜひ最後までご視聴いただき、チャンネル登録をお願いします。今回解説する内容は、ストローブとは、ストローブ信号を使ったタイミングチャートの例、連続していないデバイスにデータストローブで同一データを転送するプログラム、この3点について解説をしていきます。まず最初にストローブとは何かということになりますが、ストローブとはカメラのストロボ信号と同じで、制御機器ではストローブ信号といってデータの読み取りタイミングの信号のような使われ方をしています。カメラのストロボというのも瞬間的な先行なわけですけども、制御機器におけるストローブ信号も瞬間的な信号ということになります。例えばこの後タイミングチャート出しますけど、キーエンスの画像センサでは複数の撮像を行ってその結果データを複数に分けて出力する場合とか、それからイーサネット IP なんか使わないで IO で計測データを出力するという場合ですね。この場合は結果データを複数回に分けて出力しなければならないんですけども、この場合ストローブ信号の立ち上がりを見て PLC でデータを受け取るというシーケンスになっていきます。はい、こちらがですね、キーエンスの XG シリーズ、それから XGX、それから CVX ですね。このあたりの、タイミングチャートということになります。このタイミングチャートは端子出力で出力回数が3に設定されている場合の例ということで、1回目、2回目、3回目とね、データがやってくるということになります。1回目のデータの出力開始でストロブ信号がオンになります。2回目も同様にストローブ信号がオンになります。この STO というのがストローブ信号ということになるんですが、このストローブ信号の立ち上がりを見て1回目のデータを PLC に取り込みます。で、2回目の信号が来た時に2回目のストローブ信号の立ち上がりを見て PLC にデータを取り込む。3回目も同様に3回目のストローブ信号の立ち上がりで3回目のデータを取り込むというような形になりますね。データストローブとはこれを応用してあたかも連続的にワードデバイスを扱うようにしたプログラム手法ということになるんですけども、これはデータストローブという言い方は私ぐらいしかあまりしていないようなので、私個人の言い方と思ってもらっていいんですけども、こういうプログラムの方法があるんだなという形で覚えていただきたいなというふうに思います。さて、今回の題材としてこのようなシフトモニターを作成しています。この設備は1から60工程もある設備ということになりますが、こういう設備っていうのは電子部品などのね、小物の組み立て装置などはこのように1台の装置で何十工程もあるというものはね、よくあるのかなというふうには思います。で、実際に作業ですね、例えば搬送だったりとか、なんか作業をする、検査をするというような作業工程というのは多分10工程とかそんなものだと思うんですが、大概一度にですね、2つとか4つとか同時に作業するということが多いと思いますので、そういった場合はこのようにね、工程が増えていくということになります。で、こちらのですね、シフトのランプですね、これがワークのありなしで、工程の途中に不良があった場合はランプが赤表示になります。それからこちらもね、 NG コード、これは不良があった時の不良の内容っていうのが何かっていうのが分かるように NG コードを振っていくということになりますね。で、デバイスの設定なんですけども、こちら D の1000、それから NG コードが D の1019というふうに間飛ばしてます。で、ここでデバイスを開けているのは今回ここ書いてないんですけども、例えば品種だったりシリアルナンバーだったりの文字情報を間に入れているという想定になります。
ですので本来はここねラッチリレーとか使って連続デバイスにしてもよかったんですけども、これをあえてしてないっていうのが、例えばトレーサビリティなんかで、こういうねデータをサーバーに蓄積するということも踏まえて、基本的にはデータデバイスでワークのありなし情報、 NG 情報、それから間に品種だったりとかシリアルナンバーだったりの文字情報、そして、作業の情報ですね。今ここ NG コードが入ってますけども、そういった情報をワードデバイス、今回の場合は20ワードに設定してありますが、その1つのワークに対して20ワードを占有して、そのようなデータを蓄積していくというような形になるかなと思って、このような割り付けをしているということになりますね。で、こういうふうにデータをシフトしている場合、通常に動いているときはいいんですけども、例えば非常停止とかそういったもので突発的なトラブルが発生した場合っていうのが、作業状態が分からなくなる場合があるんですね。で、そうした場合はもうしょうがないんで全部 NG にして NG 排出してしまえというようなこともごく稀にだと思うんですけどあるかもしれないんですよ。で、そういった場合はここに装置の中に入っているワークっていうのは全て NG というふうにしてあげるということになるわけなんですけども、この時にですね、このような割り付け、要は OKNG のランプっていうのが D の1000、それから NG の時の NG コードっていうのが D の1019になりますので、ここにねそれぞれデータを入れていくムーブ命令っていうのがあって、ここの D の1000、OKNG とかを入れていく部分に関しては60個、それから NG コードを入れていく部分に関しても60個、合計120個のムーブ命令が必要になってくるということになります。ということで、まずはデータストローブを使わないで、普通にムーブ命令でね、並べていくプログラムを一旦作成していきたいと思います。で、ちょっとスイッチの方ですね、ここに X10 というのがありまして、これが非常停止スイッチになります。それから、あと、ちょっと言い忘れたんですけども、このランプなんですけども、ワークがないときはオフですね。で、ワークがあるときは水色のランプが点灯します。これは D の1000が1のときになりますね。で、NG になると D の1000に2を入れるということになって、その時は赤表示ということになります。このようにランプ設定をしてあります。ということで、まずはですね、ムーブ命令を並べていくプログラム。これは通常に多分やると思いますが、これを作っていきたいと思います。はい、ということでですね、まずは早速ラダーを作っていきたいと思いますが、まず X の10ですね。これ非常停止になります。で、この時にムーブ命令で2を D の1000に入れます。これで先ほどのランプですね。ランプで NG ランプが表示されるということになります。これと同時に同じようにムーブ命令で、NG コードですね。非常停止の NG コード。今回は適当に90にしておきますが、9999でも何でも1でも何でもいいんですけど、しておきますけども、D の1019にこれを入れます。これでまず1個分ですね。この1個分になります。これを60セット作っていくということになるわけなんですけども、普通に作っていってもいいんですが、今回はこれをね、ブロックで1つ選択してコピーをして、連続貼り付けというのをやっていきますね。で、60個貼り付けしますよ。で、X の10はインクリメントしないので、これは0。で、K の2もインクリメントしないので、これも0ですね。で、D の1000はインクリメントしたいので、これは20個ずつインクリメントしてくださいね。で、K の90もインクリメントしないので0。そして、1019はこれも20個ずつインクリメントしていかなければならないんで、ここで20と入れて、で、実行を押すと、このように、ちょっと1個多いですけどね、61個目になってしまいましたが、このようにコピーをされています。で、このようにですね、連続コピーで作成すれば、実際手間はないんですけども、これだけで368ステップということで、非常にね、ダラダラっと長いプログラムになってしまいますね。で、これは実際に動かして確認はしませんが、次にですね、データストローブを使ったプログラムを作成をしていきたいと思います。ではね、こちらに作っていきたいと思いますが、先ほどと同じように X の10ですね、非常停止入力が入ります。はい、M0 で
シフト一括 NG 付与開始みたいな感じでコメントを入れておきました。で、この M0 がね、オンしているときに、次に、これをね、インクリメントで D の100を延々と M0 がオンしている間は、延々とインクリメントしていってくださいよということになります。そして次にですね、これが今度は60個なので、D の100が60を超えたらば、ここにメップを入れても入れなくてもいいんですけど、リセットして、D の100をリセットして0にしてください。これと同時に、同じようにリセットで M0 もリセットしてあげてくださいねということになります。で、あとは今度インデックスを作成していくわけなんですけども、インデックスを作成するにあたっては、まず最初にですね、D の100の値から K を引いて、1個引いて D の900演算枠ですね。毎度おなじみの演算枠に入れていきます。で、この D の900に20をかけます。Z0 インデックスにしていくわけなんですけども、20ワードおきにね、デバイスを設定してますので、20をかけていくということになります。で、同じように M0 がオンしているときに、K2 ですね、NG フラグですね。これを D の線のランプのところを Z0 でインデックスしながら K の2を入れてってくださいね。それからこちらも Move の K の90、これは NG のコードということになりますね。非常停止の NG のコードというふうに設定してありますけども、D の1019、これも Z0 でインデックスしながら90を入れてってくださいね。で、これで終わりなんですね。で、これで作ると33ステップで終わるということになります。ではですね、実際にシミュレーターで確認をしていきたいと思いますね。はい、ではですね、シミュレーターが立ち上がりました。現在は全部のステーションに物があるという状況で、全て青ランプがついています。で、これでですね、今非常停止、このボタンですね、押しますけども、これを押したらば、全部ここが赤になって NG コード90が全部ここに入るということになりますね。じゃあ実際やってみたいと思います。はい、ということでこんな感じで全部ね、ランプが赤、NG コードが全部90という風になりました。で、メルセックの GXWorks2 のシミュレーターはスキャンタイムが100ミリセックなんでね、このようにダラダラダラっと進んでいきますけども、実機の場合は一瞬で書き換わりますので安心してください。で、先ほどですね、ここですね、インクリメントした値から1を引いてますけども、これは M0 がオンしている間、インクリメントをして、ここにね、K の2とか K の90転送していくわけなんですけども、M0 がオンした瞬間に D の値の100が1になります。このため、このままインデックスをさせますと、1からスタートしますので、1×20 で20。ですので、1000プラス20で1020ですので、ここからですね、それからこちらも1019プラス20なんで1039なんで、ここからスタートしてしまうんですね。ですので、ここからスタートするように1を引いてます。ということで、それだけなんですけども、先ほども言いましたように33ステップで終わってしまいます。これだけのプログラムで終了ということになりますね。で、これはキーエンスの KV でも全く同じ作りができてて、KV の場合はもう少しステップ数がね、少なくなってくるかなと思います。ステップ数の計算の仕方がメルセックとちょっと違うんでね。で、さらにスクリプトを使っていけば、プログラムの行数というのももっと圧縮されるということになります。で、前回、前々回の I/O モニターにデバイスを表示したものや、今回のように連続していない複数のデバイスへのデータの一括転送みたいなところなんかね、データストローブの応用っていうのはいろいろできると思います。ですのでね、ぜひね、何かのきっかけがあればトライしていただきたいなということになります。ということで、今回の動画が勉強になった、役に立った、仕事で使えるなと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録をお願いします。それでは以上、力添え PLC シーケンス講座でした。ご視聴ありがとうございました。